侵略されました、加瀬成美役を演じました長澤まさみです。本当に今日は皆さんお忙しい中映画館の方まで足を運んでいただきありがとうございます。いかがでしたか？ありがとうございます。本当によりもっともっとたくさんの方に映画館の方で映画を見ていただきたいなと思ってます。本日はよろしくお願いします。侵略しました苦笑だよね今日は本当、初日を迎えられてこんなたくさんの方に来ていただけて、嬉しいです。ありがとうございます。長谷川博樹です。はい、念願かなって本当黒沢監督の作品に出られまして、カンヌ映画祭にも出させていただきまして、こうやって皆さんとまた初日の舞台挨拶を迎えることができてとても嬉しいです。今日は最後まで楽しんでいってください。皆さんこんにちは、高杉真宙です。そうですね、こんなにたくさんの人に、今日お会いできて嬉しいです。そしてこの参拝する侵略者の一人としてここに立つことができて本当に幸せです。今日はよろしくお願いします。こんにちは、常松ゆりです。今日は初日を迎えることができて本当に嬉しく思います。1年前に血だらけのセーラー服姿でクランクインをした日がすごく懐かしいです。夏に頑張った作品が今日から皆さんの元に行くと思うとすごく嬉しいです。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。はい、皆さん今ご覧になったということで、どういう感想をお持ちになられたでしょうか。多分、一言では簡単に言えない複雑な感情が皆様の心の中に今残っているのではないかと思います。映画は宣伝のためにはなんか一言で簡単に言えるのが良いと言われてはいるんですが、それだけではないと思います。やっぱり一本の映画を見て、見る人によっていろんな見方もありますし、簡単に自分の中で全部は理解できないいろいろなことが心の中に湧き起こる、それも映画のとても強い力の一つだと思いますので、そう簡単に一言で、この映画を解決せず、長く皆さんの心の中に、一体これはどういう映画であったか、この映画のことがずっと記憶に残って、いただければ嬉しいです。本当に今日はありがとうございました。成美としては一番大切なパートナーである真治との関係っていうのが、生活の基盤というかにあるので、本当にその、夫婦のように見えるようなお芝居ができたらいいなという思いがやはりありました。はい。その怒るっていう、感情の中に成美の全てが多分注ぎ込まれていたので、それが愛情だったり優しさだったり悔しさだったり、本当にいろんな感情がその怒りっていうものに全て集約されていたので、なんか人間らしい役を本当に、人間らしい、人を演じられて、はい、とても勉強になりました。いや、そんなに大丈夫です。切り替えさせていただきました。こんな風にお願いしますって言うと、普通「はい」っていう「はい」とか「嫌だ」とかこういう反応が返ってくるんですけど、長澤さんは大抵こうしてくださいって言うと「あはい」って「あ」って一回だから「あ」ってなんかこうちょっとなんかこう、ちょっとなんか虚無的な顔をされて「あはい」これがね嬉しいやら困ったやらでも「あはい」って言いながら必ずやってくれるっていう頼もしい女優でした。できるかな、はいできますっていうことだと思います。でも黒沢さんにも撮影入る前にお会いしたんですけど、宇宙人みたいですねって言われてもうそのまま
いてくれればいいですって言われて、すごいほっとしたのを覚えてます。宇宙人といっても、要はその人間、見た目も人間ですし、ただその概念を一つも持ってない、空っぽな状態で、そんな僕を、黒沢さん、長澤さんをはじめ皆さんにこう手を取って引っ張ってってもらったなっていう感じなんで、僕はあんまりその自分で何かしたなっていう実感が全然ないんですけど、ただでもその好奇心みたいな、その、空っぽではあるけど、これなんだろうっていう、そういうなんですかね、へえっていう好奇心みたいなものは持ちながらやってたなという感じで、はい。いえ、もう最初お会いした時から、はいこの宇宙人役なので、よく分かりませんと正直に言いました。考えても多分絶対分からないし、多分宇宙人に聞いてみないとそれが一体どういうものなのか分からないんで、それでも大丈夫ですよねって言ったら、松田さんがと一回笑って多分大丈夫ですって言ってくれたので、もうあとはお任せしてしたら見事に演じてくれました。はい、もうすごい幸せな時間でしたね。もうあまりにもファンすぎて、僕は黒沢さんの過去の作品のことばっかりをこの散歩するの撮影現場で聞きまくって、相当多分鬱陶しかったんじゃないかなと思うんですが、大丈夫でしたか？大丈夫だったんですけど、珍しいんですよ。本当に撮影現場で雑談していたっていうね、他にもいろいろ考えなきゃならないこといっぱいあるんですけど、それは置いといて長谷川さんと隣り合うとどうでもいい雑談をずっとしているっていう。申し訳ありませんでした。いえそうですね、初めてお会いした時にですね、黒沢監督が、この役はいわばカート・ラッセルですねっておっしゃって、なるほどってもうすぐ分かってしまった、なぜか分かってしまったっていうか、爆破みんな見た後CG って思われる方が多いんですけど、実際あそこで爆破した中僕は走ってますから。リハが1回ぐらいただ爆破しただけだったですかね、多分おそらくそうだったと思うんですけど、ここで爆発しますよという設定のリハはしましたけど、本当の爆発は一発結構高いので本番しかやれませんでした。しかもずっとあれ一連ワンカットなんですよ。なので失敗したらちょっとお金がかかるんでみたいなプレッシャーありつつ、でもちょっとその爆破してる中を楽しんでいただけますかって言われたんで、そうですかっつって言って、分かりましたって言って、ああいう感じのシーンになったっていう感じです。そうですね、僕は出てきた一番最初からもう概念を割と持っている侵略者だったので、その両親から奪っていて、そこは割とどうしたらもっと宇宙人侵略者っぽくなるのかなっていうのは考えてはやらせていただいてました。それはありましたね。一緒のシーンがなかったから。そうですね。ただでも同じ宇宙人だし、どういう感じでやられてるのかなって気になりはありました。そうですね、2ヶ月ぐらい練習しました。一応何をやるかが決まっているので、ひたすら練習してやっていたんですけど、いや大変でしたね。ガンアクションも初めてでしたし、意外と小島さん身長が高くて、そこに一発で首を絞めに乗るっていうのが難しかったです。すごい気持ちいいですよ、人のことを蹴るというかそういうわけじゃないんですけど、今回の女の子は普通の女の子より力がある設定だったので、みんなバンバンやられてくれてすごい楽しかったです。はい、ありがたい話ですね。ヨーロッパ、アメリカはもう決まったと聞いていたんですが、アジアでも日本以外の国で、上映されると決まりまして、特にプサン、韓国ですから、その
エンターテインメント映画に関してはもう本当に素晴らしいものがたくさんあるので、その韓国の方にこの散歩侵略者がどのように見られるのか今から楽しみです。